されどうも、今回はこちらの調理器具バルミューダザ・トースタープロ、こちらを使ったレシピを紹介したいと思います。いやー、とうとうバルミューダさんとのコラボですよ。ありがたいですね。こんなおしゃれな調理器具がね、我が家で使える日が来るとは思ってもなかった人生です。このトースター、いろんなモードがあるんですが、特に特徴的なのがこのサラマンダーモードです。あまり聞き慣れないかもしれないんですけど、レストランには基本的にサラマンダーっていう調理器具が単体で存在します。主に仕上げなどで、食材のね表面に上火からがっつりと焼き色をつけるといったことに使用することが非常に多いですね。これちょうどチーズトーストも最初はチーズトーストモードで焼いて、仕上げにサラマンダーモードに切り替えて表面をカリッと焼き上げました。うまっこれだけでいい。というわけで、さすがにチーズトーストだけっていうわけにはいかないんで、サラマンダーを使ったこんなレシピも、こんな使い方もあるっていう、そんなビーフサンドをやっていきます。今回この使っている丸ごと肉は、ハンギングテンダーです。日本だとサガリって呼ばれてる部分ですね。つまりあれです、横隔膜の肉です。焼肉屋さんとかだと非常に人気の部位ですよね。このサガリの部分をハラミとして供給するお店も実際存在はしますが、厳密に言うとちょっと違うっていうね。覚えておいてください。で、この割とぶっとい筋を起点に大きく2つに分かれてるんで、そこのね中心にあるこの筋はちゃんと外しておきます。で、ズル向きにして綺麗な状態になったんで、だいたい2センチぐらいの厚さですかね。で、カットします。近所のスーパーとかでどうですかね、このサガリ、多分焼肉用で和牛とかで売ってるんじゃないかな。これぐらい厚みはないかもしれないですけどね、似たような形で売ってると思うんで、ぜひちょっと探してみてください。お肉の準備はできたんで、この後はスパイスを用意していきます。このスパイスが今回のレシピは非常に重要なポジションを担ってると言っても過言ではないと思います。だいたい9種類ぐらいですね。様々な、スパイスを使います。スパイスを巧みに使うとね、近所だと有名ですからね。また家からちょっといろんなスパイスの香りするわなんてね、ご近所さんから言われてるぐらいなんで、スパイスランキングにはトップ10ぐらいには入り込んでると思うんですよね。流れとしてはさっきのスパイスと、今すりおろしてるニンニクと生姜、それを肉にしっかりとなじませてマリネする感じです。もうね、それを30分ぐらいマリネして、普通にフライパンでシャッと焼くだけでね、非常に美味しいと思います。で、これ他のお肉にも使えるんで、ぜひ参考にしといてください。ちなみにこれ漬け込んじゃえば数日はね、美味しい状態が続くと思うんで、消費しきれないほどお肉を買ってしまったわっていう時はね、こんな感じでスパイスとかと一緒に揉み込んでおくといいと思います。染み込みやすいように落としラップもして、こんな感じで保存しておきます。お次に準備していくのはフレンチ風バーベキューソースとでも言いましょうか。まずは赤ワインビネガーと砂糖、これらを、蜂蜜だ、失礼しました。蜂蜜ですね。これらをねしっかりと煮詰めて、ガストリックというちょっと蜂蜜をキャラメリゼさせた状態にしていきます。でね、この時ね赤ワイン入れるの忘れちゃっててね、本当は一緒に入れて大丈夫です。特に問題ないんで後から足しました。で、またね引き続きしっかりと沸かして煮詰めていきます。蜂蜜は加熱して香ばしくして、で赤ワインビネガーはね酸味がね穏やかになってくるんですよね。そのあたりが非常にいい状態で、いろんなねソースのベースに使われたりします。で、そこに赤ワインももう加わってるんで、ソテーしたフォアグラとか鴨肉にねそっと添えてあげると非常に美味しく食べれると思います。ただそれだけだとちょっとねワイルドさに欠けるんで、ここにケチャップと、ウスターソースを加えました。でね、また少し煮詰めて、ケチャップの酸味、ウスターソースの酸味を飛ばして、
いい感じに馴染んだ頃がまさに今です。でこのソースは最終的にお肉にこう絡ませて、それで焼いていくんで、少し粗熱取っておきます。その間にトーストに塗るマヨネーズとマスタードですね。これだいたい2対1です。もうこれだけでね、食パンとかにちょっと塗ったりして、チーズトースト作るのもめちゃめちゃうまいと思います。割と使いやすいんですよ、簡単で。はい、ということで、スパイス漬け込んでおいたお肉ですね。ここにさっきのバーベキューソース、もう粗熱が取れたもの、これをしっかりとこう絡ませていく感じ。揉み込んだ方がいいかもしれないですね。その方が作業効率がいいと思います。さあ、というわけで満を持してバルミューダの登場なんですが、まずは、サンドイッチに使うトーストですね。香ばしく焼き色つけておきます。これもサラマンダーモードを使うとね、非常にいい感じの焼き色になるということが分かったんで、だいたいこれで3分ほどというかね、これ3分以上は、加熱は一気にはできないんですよね。一旦3分で終わっちゃうっていう、多分安全面とかいろいろ考慮してそういう設定になってるんでしょうね。それとバルミューダさんのトースターのアクセサリーにこういったホーローのバットもあります。この中でお肉を火入れていきます。今回はちょっとね網引きました。そっちの方がね火入れのコントロールしやすいなと思って。でね、もうこれねこのまま焼いていきます。これがねやっぱねフライパンとはねちょっと違うんですよ。フライパンだとやっぱり焦げやすいし、焦げないように意識すると今度はね、焼き色もいい感じにつかないまま火だけ入ってっちゃうっていう、このねタレとかを絡ませた時にはやっぱこのサラマンダーのね火入れが非常に優れてると思うんですよね。いい感じに肉にまとわりつきながら、液体がまとわりつきながら、かつねこう香ばしく火が入っていくっていうね、まさにもういいところしかないです。これはやっぱフライパンにはない強みですよね。特に、液体絡んだ状態はほんと特にねやっぱこのサラマンダーとかの調理の方がしやすいと思います。こんな感じでね、しっかりとカラッとね乾いたような感じでまとわりつくんですよね。でこんな薄いお肉じゃなくて、普通のローストビーフもサラマンダーで火が入れれます。なんならね僕レストランの時ね鴨肉骨付きで、丸ごとサラマンダーで火を入れてる、レシピがあったんですよね。ほんとね驚くぐらいしっとりとね火が入るんですよ。ちょうどいい遠火加減なんですよね。やっぱレストランには大体あるって冒頭に話したんですけど、プロからするとね、重宝する調理器具なんでレシピの幅は広がりますよね。さあそして仕上がったお肉をこんな感じで、もうこれでもかっていうぐらいパンの上に乗せてクッキングシートで包んであげます。アルミとかねラップでやるよりもこの方がいいと思うんですよね。何も包まないで切るのもなかなか難しいと思いますし、はい、こんな感じで半分にカットします。火入れはねかなりいい感じに仕上がってます。こんな感じです。はい、文句ないっすね。完璧じゃん。これが世に言う萌え断ってやつですよね。肉汁もいい感じに詰まってる、しっとりとした仕上がりになってるのがねこの絵的にもねわかるんじゃないですかね。はい、もうあとはもう余計なね盛り付けドレスはいらないです。このままかぶりつくだけです。これうまそう。うまっ。これはうまい。間違いないよこれ。あれだけたくさんのスパイスでね肉に香り付けしてるんでね、すごくいいっすね。鼻に抜ける香りがいい。で赤ワインベースにしたちょっとねバーベキューチックなソースがねこれまた合いますね。パンと合うわこれ。極めつけはやっぱりバルミューダのサラマンダーモード。これ火入れのねコントロールがしやすいんですよね。で表面もねちょっとカリッと香ばしくキャラメリゼできるところが
いいっすね。あれはやりやすい。やっぱね、独特の火の入り方するんですよ。オーブンにもない、フライパンにもない、そういったね良さがありますからね。で、日常使いもできるのがいいですよね。普通にパントーストしたりとか、他にもね、こうなんか物を温めたりとかするときで、表面をガリッといきたいときはサラマンダーモードにすればいいですから、あれの使い勝手はね、ちょっと末恐ろしいですね。あれが家庭でできちゃうっていうのが、店じゃないのみたいな。というわけで、このバルミューダのザ・トースタープロ、サラマンダー機能をはじめとしたさまざまな調理が可能なんで、興味ある方ぜひ概要欄リンク見てみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。右側、生ウニを添えてある方がコンソメのジュレをご用意してます。お塩を入れて、じゃあ、わら焼きにした、マーガツオでございます。